三朝温泉に泊まった翌朝、倉吉に行き、土蔵群を見てきました。倉吉は、室町の頃にお城が作られて、その城下町だったんです。江戸の頃はお城がなくって陣屋があったようです。で、倉吉の町の中心に昔の商家が作った土蔵がたくさん並んでます。三朝温泉からは西倉吉行きのバスに乗って、赤瓦白壁土蔵というバス停で降りました。そこにはうつぶき回廊というそういう地域の集うようなそういう場所がありました。まだこれ朝早かったのでやってなかったです。そのバス停から南に来たところにこの土蔵群があります。これあれですね。結構ここがですね観光の地となっています。で、醤油屋さんの蔵とかがあったりしますが、そういうものが土産物屋さんに今は形を変えたりしておりますが、外見は当時の姿形をきれいに保存しています。で、きれいにしてるから良かったです。この辺が観光客が一番通って写真を撮るような場所ですね。せせらぎもきれいになってて、蔵があるよっていう感じですね。で、これ左に入ったところが、赤瓦1号館ってやつですかね。中がお土産物屋さんになってます。この倉吉のこの白い漆喰の壁と瓦は赤いのは、石州瓦というそうです。この地方の特徴のある赤い瓦です。やっぱりもともとお城があって陣屋があってということで、古くからのこの地域の核なんでしょうね。倉吉という地名は私三重県ですが、三重県に住んでても時折聞くことができるところだし、こうやって、土蔵がきれいにですねたくさん残ってるっていうのはその昔栄えてたっていう証拠かなと思います。はい、そこを出てですね、これは造り酒屋さんです。もともとここで酒を作ってたみたいですけど、酒蔵自体はよそに移転してるそうですが、元の蔵のところで、お酒を売っているこれ元水さんという酒屋さんです。この地域ではちょっと有名なお酒のようです。ここから、西に向かってポツポツと歩いていくと、土蔵ではありませんが古い町並みがきれいに保存されています。で、一軒昔の大きなお家を公開してまして、これ倉吉淀屋というそうですが、牧田家というですね倉吉を代表する商家の家だそうです。これは1760年に作られたんだそうです。中を公開してたりとかですね、中でですね地域の方がちょっとした作業ができるような場所があったりします。昔のお家はこんなに大きかったわけですね。ちなみに、この家の隣に大きな今も使っているお家がありますが、ここで案内してくださった人の話によると、この地域の大きな病院やってる方のお酒だそうです。はい、この淀屋の奥にもですね蔵が2つあります。はい、そこからさらに西に行ったところですね、バスの3日乗り放題バスの絵になっている円形劇場っていうのに行ってきました。これ
元は何かというと小学校ですね。こういう丸い校舎を作るのが1950年から60年ぐらいに流行ったそうで、その丸い校舎の一番古いやつとかっていうことですかね。ただちょっと老朽化が激しくてですね、取り壊しをしようかなといった時に、これ円形の学校って珍しいから保存しませんかって話が持ち上がったそうで、倉吉知らなかったんですけど、フィギュアを作る工場が倉吉にあってですね、結構そのフィギュア作りとすごく縁があるようでして、フィギュアを作ってる工場を持ってる会社さんなどがですね、この円形の校舎を保存して、フィギュアの展示館にしましょうということで、姿形を変えているということです。はい、私はあんまりフィギュアのこと分かりませんけども、この中に入るといっぱいフィギュア並んでたりとかですね、フィギュアの工場があるということで、フィギュアの制作過程が展示されてたりしました。これなんか型みたいですね。なので倉吉はフィギュアでも売り出そうとしているということのようです。ちなみにですね、この円形校舎ですね、私が住んでいる三重県の北部にも1個、これおそらく現役の校舎として使っていると思いますけども、三重県朝日町というところのですね、朝日小学校が円形の校舎を持っていて、これは有形文化財に指定されているそうです。ここの展示館の人とですね、円形校舎非常に珍しいんですよっておっしゃるものですから、私の住んでいるところの近くにも実はありますというようなお話をさせていただきました。はい、私にはフィギュアのことはあまりよく分かりません。で、これ昔校舎として使ってたんだよということが展示されている部屋ですね。昔の小学校はこうやってあれですね、木の机と木の椅子。私もですね、小学校の2年ぐらいまでは木の机椅子だったような記憶があります。はい、これ現役時代の運動会とかの様子ですね。屋上にも出ることができました。はい、この後街中戻ってきて、これ飛鳥さんですかね、料理屋さんで、日本海ということで、カニ丼をいただきました。ちょうどカニが取れ始めた時期で美味しかったです。はい、でこの後ですね、城崎に向かってきました。厚木も期待ください。